Hey guys! 皆さん、こんにちは。今日もご視聴いただきありがとうございます。1年間を振り返ろう。いろいろあった。なんか中田あっちゃん風みたいになっちゃいましたけど、挫折から栄光までいろいろあった1年なので、それを振り返っていきたいと思います。大まかにまとめて、タイへの移籍、代表期間での、アジアカップ出場、セーラーズ移籍、セーラーズでの成功、挫折、いろいろ話していきたいと思うので、最後まで見ていただけると嬉しいです。オフシーズンに入ってますので、その期間でやってほしいこと、こういうの見たいなっていうことがあったら、ぜひ何でもやっていきたいと思うので、コメント欄にぜひ今のうちに書いていただけると嬉しいです。まずは第1章、バンコクへの移籍です。バンコク移籍するまでは、タンピネスにいたんですけど、そこですごい経験を積ませてもらって本当に感謝してますし、ですがやっぱりここでチャレンジしなきゃなっていうこともあったので、どこか海外のチームを探してました。その中で、タイでの強豪のバンコクユナイテッドからオファーをいただき、セランゴールからも少しお話があったので、どっちに行くか迷ってたんですけど、ACL エリートのプレーオフに出れるバンコクユナイテッドを選びました。で、その時にせいやに、バンコクオファー来たんだけどって言ったら、全く同じ分でせいやもバンコクからオファー来てて、いや、同じ額で同じ文字やないかいって言って笑ったのを今でも覚えてます。それで慣れ親しんだシンガポールから成長を求めてタイで移籍したんですけど、まず1試合目が4万5千人ぐらい入った中国、チェンドゥとの ACL エリートプレーオフでした。もうえげつないアウェー感がすごくて、中国のアウェーだったんですけど、チェンドゥって中国で多分2番目に大きい都市なのかなって聞いてるんですけど、もうバスが入る前にサポーターがずらーって並んで、もう来たと思ったらもうえげつないブーイングの嵐。そのブーイングをファンの人はめちゃくちゃ楽しんでて、逆にこっちを見てて楽しかったですし、やってやろうっていう気持ちがすごい芽生えたのを今でも覚えてますね。結果的に0対3で負けてしまって、ACL エリートに参加することができなかったんですけど、その1試合目の衝撃がすごすぎて、雰囲気が違う ACL エリートがかかってる試合だったので、その経験ができたことは、代表で、香港戦もあったんですけど、そこでの緊張をしなかったのは、そこでの大きな舞台でのことがあったのが理由ですね。タイではすごい楽しい時間も多かったんですけど、苦しい時間の方が多くて、試合の出場してるパーセンテージ的に言ったら50%いくかいかないかぐらいで、今までタンピネス5年間、6年間やってきて、怪我なしでフルで出続けてたので、僕にとってはこの経験がすごい悔しかったというか、苦しかったというか、なんで出れないんだっていう気持ちもあるし、まだまだ成長足りないなっていう自分への自信が少し崩れるというか、そういう時期が続いたのを今でも覚えてます。タイのローカルの選手もめちゃくちゃレベルが高くて、そこでの練習の強度だったり、どうやって受け方とか、そういうのを見直すことができて、今でもすごい繋がってるのを感謝してますし、この経験があったからこそ、自分のメンタルケアの大事さとか、家族の大事さとかすごく気づけましたし、僕は結構試合で出なかったらめちゃくちゃ、外ではあんまり出さないんですけど、家ではすごい出しちゃうタイプだと思ってたので、奥さんだったり娘がすごい葉っぱをかけてくれる時もあり、優しい言葉をかけてくれたのがすごい救いだったのを覚えてます。でもその間に、1ヶ月に1回ナショナルチームの期間があったので、試合出れなかった時はそれがいいリフレッシュ期間になって、代表で試合も出てたので、その自信もあって帰った時にはバンコクユナイテッドでゴールを決めることができたので、しかも右足で。えぐいシュートやって、これは。自分の人生でも1位か2位に入るぐらいえぐいシュート。しかも右足でっていうのが、僕左利きなんですけど、右足でっていうのがすごいミソですね。僕が抜けてからは ACL2 で予選突破して、ベスト4でガンバ大阪と当たってたので、いや、自分が残ってたら、ガンバ大阪とできたのかなって思うのもありますけど、自分の決断に悔いはないので、でもみんながガンバとやってて、最初1戦目勝ってたので、1-0で。うわー、ガンバのスタジアムで1-0で勝つんか。
っていう悔しさというより誇らしさの方が高かったですね。うわ、みんなすげえやってくれたよっていう。悔しい思い出もありましたけど、やっぱ楽しい思い出の方が大きかったのが事実です。ですが、辛かった時期が長かった。第2章、代表の話。ということで、なんといってもアジアカップ無敗で予選を突破することができて、その予選を突破することができたのが、アウェー香港戦。この試合が本当鍵。もう勝てばアジアカップ本戦出場だし、引き分けたら最終戦に持ち込む。負けたらもうアジアカップ敗退っていう状況だったので、お互い緊張感持って試合できてましたし、アウェーだったので、香港のサポーターこんなに多いと思わなくて、5万5千人、6万人のサポーターが、もうアウェー一色で、その中でも2000人シンガポールからサポーターが来てくれて、それが本当に心強かったですね。結果的には、2対1で勝つことができたんですけど、この試合が自分にとってベスト試合だったなっていうのは思います。今までアジアカップシンガポールは主催国として出場1回したことあるんですけど、自力で出場したことはなかったので、ここで全員で歴史作ろうっていうのを目標にやってきたので、それを達成した時はもう涙が出てきて、本当に嬉しかったのを覚えてます。そこから本当にシンガポールサッカーの知名度というか、サッカー熱がすんごいいきなり上がったっていうのは感じてます。僕たちにとってもすごい大きかったことなんですけど、やっぱ国として盛り上がったっていうのはすごく感じてます。自分が国籍変えて何かシンガポールのために貢献したいなっていうのをすごい熱く思ってたので、本戦出場初めてできたっていうのはすごい誇りに思いますし、自分自身にとって自信にもなりましたし、自分の人生のサッカー人生に一番になる思い出になると思います。ここで終わらせたくないので、アジアカップ本戦でもう一個歴史を作って、どんどん上書きしていけたらいいなっていうのを思ってます。対戦相手がオーストラリア、イラク、タジキスタン、日本を倒したことがある2チームと当たってしまって、うわマジかって思ったんですけど、正味行くならめっちゃ強いところとやりたいので、このグループは結構厳しいグループだったので、めちゃくちゃ嬉しいですね。しっかり勝ち点積み重ねて、決勝トーナメント上がって、日本とやれるように頑張りたいと思います。バンコクに戻って、さっきも言ったようにゴールを決めたりして、調子上がってきたりしたんですけど、出たり出なかったりっていう時期が続いて、いろいろ悩んだ結果、家族のことだったり、娘のことや教育のことだったり、いろいろ話した結果、シンガポールに戻ることを決めました。僕は5、6年タンピネスにいたので、セーラーズ移籍するっていうのがどれほどの裏切りかっていうのも重々承知したんですけど、やっぱり自分が成長するためにシンガポールで一番のセーラーズに移籍して、練習から競争力があるので、やって高めていきたいなっていうのを感じて、めちゃくちゃ難しかったですね、決断的には。でもやっぱりサッカー人生短いので、自分に後悔はしたくないっていうことで、セーラーズに移籍することを決めました。そして第3章、セーラーズ移籍。サップ戦決勝がデビュー戦、しかも相手がフルスタンピネスということで、めちゃくちゃ複雑だったし、緊張したっていうのを今でも覚えてますね。まず入場して大ブーイングを中村受けます。移籍の投稿した時に結構えげつないメッセージとかいっぱいもらったので、僕は今でもタンピネスはすごい好きなんですけど、ファンの人には嫌われちゃったなっていうのは感じてます。すごい感謝もしてますし、まだまだ僕は移籍したからって嫌いになるわけじゃないし、大好きなクラブなので、ちょっと悲しい気持ちもあるんですけど、その試合多分50タッチぐらいしたんですけど、50タッチ全部でブーイングされるっていう事件が起きました。予想してなさすぎて、逆にされた時は、もうここまでやられたらやるしかねえなっていうことで、切り替えてうまくできたのを覚えてます。で、僕の初試合で初のタイトル獲得ということで、初めて金メダルを手にしました。カップ戦。コミュニティシールドで1回取ったことあるんですけど、カップ戦リーグはシンガポールでプレーして1回も取ったことがなかったので、セーラーズ移籍して1試合目で取れて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。移籍してきてまだ3日とかで試合だったんですけど、すごいセーラーズの選手とかスタッフ、ファンがすごいウェルカムで、
まだ3日の僕がスタメンで出場したのに多分不満を持ってる人はいたと思うんですけど、それでもみんながすごい優しく声かけてくれて、家族のように接してくれたのが僕の救いでしたし、その1試合でより好きになったというか、あ、家族として認めてくれてるんだっていうのを感じたのを今でも覚えてます。そこからリーグ戦が始まって、無敗できて、最後優勝を決める試合がまた単品です。僕たちは引き分けか勝ちでもう優勝決まりという状況だったので、それを相手タンピネスで僕がホームにしていたタンピネスハブでやるかっていう、もうこれも運命だなっていうのはあったんですけど、そこで、引き分けることができて、引き分けることができてというか、まあ勝ちたかったんですけど、引き分けて優勝することができました、リーグも。嬉しい。カップの優勝ももちろん嬉しかったんですけど、カップの優勝は本当1試合しか、決勝しか出てなかったので、あまり貢献している実感がなかったんですけど、リーグは全部出ることができて、得点は取れなかったんですけど、6アシストを途中からすることができたので、貢献できて自分でもぎ取ったなっていう実感がある金メダルです。カップを掲げることがこんなにも嬉しいこと、重要なことだっていうのを僕は感じてなかったので、掲げた時に鳥肌というか、エネルギーが湧いてくるというか、ふわーって体が熱くなるのを中毒になるような、はーっていう感じでしたね。もう一回取らなきゃダメだっていう状況になりましたね。第4章、エンディングということで、ちょっと喋りすぎましたね。長すぎて、ここまで見てくれてる人は少ないと思うんですけど、見てくれた皆様は、僕のことが大好きということで、僕も大好きです。ありがとうございます。ぜひ、ここまで見たよっていうコメントをしてくれれば最後まで見てくれたっていうのも分かりますし、何を次に見たいか、何を話してほしいかをぜひコメントしてくれるとすごく嬉しいです。ここまでやってこれたのも謙虚にやって続けてこれたことだと思ってるので、それが僕の武器でもありますし、僕は本当、どの動画でも言ってるんですけど、本当平凡な人間で、能力も何もない、足も速くないですし、身長もチームで一番小さいですし、でもだからこそ技術とかマインドとか継続性を持ってやってきましたし、それだけはすごい自分に自信を持てる部分だと思うので、これからも挫折もそれあるだろうし、成功もあるだろうし、でもやることは変わらないし、優勝しても中村京が中村京がでやっていかないとサッカー選手として終わるので、前までの自分がやってきたからこそこれを取ることができたし、アジアカップも取ることができたし、だからこそ自分が今、将来の自分に対してギフトをあげるために、今からまた積み上げなきゃいけないなっていう思いが込み上げてきました。また成功をつかむためにやっていきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。バイ。ありがとう。最後まで見てくれてみんな大好き。終わった。足えぐい。このキンっていう音いいね。やばい。つるつるつる。もう30歳やで。勘弁して。